グータラズです。今日はね、ディアゴのカーライフ、エンジンルームに花をっていうことで、前回からね、いろいろやってます。アーシングだとかね、あとはソルガスピードのサクションパイプ。まだちょっと寂しいなと思って、今回はね、またさらに華やかにしていきたいと思います。でね、何をするかって言ったらね、キャッチタンク、オイルキャッチタンクをね、つけたいと思います。これがね、ポタルだけでまたちょっとレーシーになるからね。でね、専用品なんか全くありませんのでね、86用の、あとはこれ BRZ とか、それ用のタンク、オイルキャッチタンクをね、買いました。そう、横置きが欲しかったんですよ。だいたいこう縦にね、置くんですけど、横置きでね、ちょっとこの見せる幅を広げたいっていうね。完全にドレスアップ目的ですけどね。これをね、ちょっとね、取り付けてね、いきたいと思います。もうつける位置はね、だいたい決めてあるんです。やっぱりこの右バンク側、あそこがね、やっぱりちょっとね、いろいろパーツがなかったりしてね、ちょっとこう寂しいのでね、ここにね、また足していきます。前回のね、アーシング、あそこにね、束になってるんですけどね、あそこにこう、綺麗にアーシングの束を持ってきたんですけど、まだちょっとね、スカスカ感がね、あそこにあるので、そこに、ほら、そこにね、横置きにこう稼ぐように、こうスペースを稼ぐように横置きにしたっていうのがね、このキャッチタンクを選んだ理由です。ほら、だとね、結構稼げるでしょ見た目に稼げるっていうね、ただそれだけです。つけるのもね、ドレスアップ目的なのでね、きっちり配管してっていうのをね、また意識していきましょう。そう、付属のステーをね、使います。で、切るところとかもうね、ほんと、スイッチ入れる前に切っちゃってさ、いいよと思って。このね、付属のステーをね、なんとか使いたいなと思って、これをね、加工していきます。で、専用品じゃないのでね、どうにかこうにか何回も切って合わせて曲げてを繰り返してね、やっといい感じのね、ステーがね、出来上がりました。あそこの車庫帳のね、頭のとこ、あそこのボルト、ストラットのボルトのところね、あそこにね、1本だけで止めようと思ってます。で、あとはタワーバーにちょっとこう、なんていうのかな、かける感じ？で、固定する感じですね。そうすると結構がっちり止まるので、そこでいいかなと思って。ほら、いい感じだなと思ってね、ちょっとね、つけてみましょう。そう、こう、外さなきゃダメだよと思って。外さなきゃダメでした。そうそうそう。タワーバーはトムスのタワーバーついてるんですけど、なんていうのかな、そこにちょっとこう、置く感じ、かける感じっていうのかな、そういう感じでステーを止めるんで、ボルト1本にしか止まってないんですけどね、結構がっちり止まります。で、この BRZ86 用なんですけど、本当にきっちりこう作ってあるっていう感じですね。クスコさんのキャッチタンクなんですけど、やっぱりこう専用設計ってこういう感じでかっちり止まるんだろうね。やっぱ専用設計ある車は楽でいいなと思いました。この車加工が大変で、そうでね、これを締めて止めるんですけど、ちょっとね、緩いなと思って、なんかこのボルトの締め方によって、ただ単にボルトを締めるだけじゃないんですよね。ダブルナットになってて、ちょっとこう、最初迷いました。複雑な止め方かなと思って、なんてことはなかったんですけどね。ただ単にボルトを締めればよかっただけなんですけどね。ちょっとそこが紛らわしかったです。でそんなに飛ばすわけでもないし、少し回すって言ってもね、回すぐらいかな。なのでそのキャッチタンクがいるかって言ったらそんなにいらないけどね、本当にドレスアップ目的です。でね、バッチリつきましたんで、あともう配管だけですね。配管もやっていきましょう。ブローバイのね、配管抜きます。ちょうどこの真下あたりにね、ブローバイの配管があったんで、なのでそこにつけたかったっていうのもあります。そう。硬くなっててね、ひびも割れてますからね、もうどっちみちダメだったからね、買い時だったんでしょう。でね、付属されてたホースは使えません。後にまたね、シリコンホース、そこら辺のシリコンホース全部変えるつもりでね、
青いシリコンホース買いました。そう、この辺は本当に耐油耐熱のやつを買ってください。やっぱこう耐油じゃないとね、やっぱりこのゴム自体も柔らかかったりしますのでね、シリコンホースも柔らかかったりしますんでね、しっかり耐熱、耐油を買ってね、つけてください。そう、ホースもね、取り回し、こう、きっちりやりたかったんですよ。ただビローンみたいなのが嫌だったんで、この、ちゃんとカーブしてる、そのシリコンホースを使って、きっちりこう曲げて、あたかも純正じゃねえや。あたかもこの専用設計かのように。っていうのをね、そういう風な取り回しにしたかったんでね。ちょっとこう曲げてあるそのシリコンホースをね、使って、きっちりね、つけました。なので、スペース的にもこのビローンっていうのがね、ビローンってこう長くこうなる場合もあるんですけど、それをね、なくすためにこうきっちりこうつけたんでね、美しいと思います。まあドレスアップが目的なんでね、その辺の配下しっかりねやってみました。いい感じです。まああとはね、そう変にテンションかかってないかとかチェックしてね、ホースバンドを締めていきます。やっぱり変にテンションかかってたりすると、まあホースが外れたりしてね、二次エアを吸ったりする原因になりますんでね、きっちりその変にテンションかかってないかチェックしましょう。そう、ホースバンド締めたらね、こんな感じ。ね、すっきりっていうか、また華やいできましたね。少しずつまた華やいできました。まあ、ここまで来るとね、もう結構いいんじゃないかなと思ってますけどね。ここでまたさらにもう一手間花をこう加えていきましょう。そう。定番のシリコンホース変えていきます。まあいろんなところね、シリコンホースね、目に見えるところバンバン変えていきました。じゃんじゃん変えていきました。もうその辺のホースもね、買ってあったんでね、全部変えちゃったんですよ。したら見てください、どうです。やりすぎたんだよね。もうそこら中青でさ、いやーちょっとやりすぎたなと思って、そこまでやらなくても、まあでもホース自体もね、ひび割れしてたのも結構ありました。なんでまあホースもね、買い時かなっていうのがあったんで、まあこれで良かったような気がしますけど、ちょっとね、ごちゃごちゃしちゃったな。まあ華やいだのはね、華やいだよね。きっちり華やぎました。当初の目的通りね。そう、メデューサみたいと思ってさ、やりすぎたな。ってことでね、この40ソアラエンジンルームを華やかにをテーマにね、何話かやってきました。まあこれが最終段階かな。まああとはね、まあオイルクーラーつけたりだとか、あとはまあ一番やりたいのは本当はラジエーターとかね、アルミに交換したりとかしたいんですけどね、まあ何せ売ってないもんでね、そこはできません。まあこのソアラ、まあ、スーパーチャージャー、トモスのスーパーチャージャーに、あとは東京駅前にも入ってるんですけど、まあ、駅前になんかこれ下覗かないと見えないしね、まあ、スペック的には本当にいいんですけどね、この何せエンジンルームに花がなかったってことでね、それをテーマにこう、まあ、この花をこうパッとねこう見た時にやってるなっていうのをね見せたかったんです。まあ、こういうなんていうのかな、エンジンルームをこうボデッとしてね、あとこうボディやとかこのなんていうのかな、外見をこうスッキリさせるっていうのはちょっと俺好きなんですけどね、そういう風ないじり方がすごく好きなんですよ。まあなのでね、ミーティング行った時にこのねこうエンジンフード開けてこう見せてっていうのがね YSP っぽくていいなと思ってねやってきました。まあキャッチタンクねつける意味はさほどないんですけどね、さっきと走るわけでもないですからそんなに意味はないんですけどね、ドレスアップ目的で今回ねエンジンを華やかにできたと思いますね。まあね、実際この40ソアラの愛車紹介みたいなね次回やってみたいと思います。詳しくね紹介したことなかったなと思って、なので次回こうちゃんとこうみんなやってるような愛車紹介みたいなのねちょっとやってみたいと思いますんでね、次回も楽しみにしといてください。本日もご視聴ありがとうございました。